あ、来てるんじゃない？これほっ、オッケー、来たくー、なに結構引くよ、結構引くって。今日は磯場にやってきました。ここで深瀬釣りをしたいと思います。グレ狙いなんですけど、今までグレを深瀬で一度も釣ったことがありません。今日は絶対に釣りたいと思います。いろいろと道具をね準備しましたよ。まず一番大事なのが磯専用のスパイクになっているブーツ、そして手袋とライジャケ、この3つは必ず必要ということで準備いたしました。あとはこれが餌用のバッカンで、こっちがイカシバッカンで、その中に荷物を入れてます。コマセの準備をしていくか。あ、袋のサイズミスった。いかん、もうこのままやるか。じゃあ本当は袋をかぶせて汚れないようにしたかったんだけど、まずはオキアミ M サイズ、まずこの中に入れて、それからグレパワー V9、 これも全部入れて、一気浮かせグレスペシャル、ちょっと混ぜちゃいましょう。粉多いんかな、それもちょっとわかんないけど。あ、差し餌を取り忘れてた。こっからちょろっとこんな感じで、これも使います。ここに海水を入れて混ぜます。正直配合はあんまりよく分かってません。ぜひ配合を教えてください。こんなもんかな。あともう半分にはこれね、スーパーハードを入れておきます。 OK、 よし、とりあえず巻いてみるか。しょい。あ、いいですね、赤くて見やすいし。しょい。今日はね、潮が大潮かな。で、今がちょうど満潮です。こっからどんどん下がっていくので、足場とか良くなってきたらちょっと移動することも考えてます。とりあえず朝一はここでやろう。アルデナ 1.25、 このロッドを使っていく。リールは2500番のリールです。ラインがですね 1.75 張ってます。そして仕掛けをセットしていきます。まずは浮き止め、このモフモフしたやつ。その次に絞り玉、円錐浮き B つけて、カラマンボウ浮きクッションですね。その後フロロカーボンのリーダーを貼る。 1.5 号グレバリをつけます。まずは4号からいきますね。 B のガン玉も打っておきます。始めるまでに準備で1時間かかっちゃいましたもう最初はこんなもんだよね。徐々に多分慣れて準備も早くなっていくと思います。かなり日が昇っちゃいました。では餌をつけよう。頭落として刺して血元を隠す。よし、 OK。 そしたらとりあえずコマセを打ってピッピッで、コマセを打ったところに仕掛けを投入する。それ、よし、 OK。 そしてもう一度コマセを打つ。これ多分慣れてきたらコマセを左手とかで打てればもっといいんだろうな、多分。で、浮き止めぐらいまで来たら止めて、張らず緩めずぐらい。あ、当たってない？当たってるよね。当たってる。あ、今当たってたよ。当たってた。餌も取られた。お魚が浮きを沈めましたよ。よしよし。いるよ。で、あんまり手前に寄ってきちゃうと引っかかっちゃうので、ちょっとこの場合は回収ですね。あ、もうない。なんかいる。あ、針なくないか。針切られたってことはフグか。フグがいる。よし、針を変えました。一つ大きいサイズ5号にして、そして色もね変えましたよ。これでやってみます。ふり、ちょっと遠くに投げてみる。で、なじまして、だいぶ表層ですよ。ほら、もうなじんだ。ちょっとこの棚にあまりにもフグが多ければ棚を深くして変えてみよう。
沈んでる。沈んでた今。沈んでた。沈んでる。お、来た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 。なに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 結構引くよ。結構引くって。結構引くって。フグじゃないんじゃないこれ。フグではないんじゃない。結構引くってこれ。来た本命だけどめっちゃ引く。待って、すれちゃう。来た取れるか。これを取らないといけない。マジか、いたよ。結構いいサイズじゃないですか。よいしょ。よいしょ。よし。入ったよっしゃ。やったー。ちょっとよいしょ。すごいいいサイズじゃないこれ。引っかかるよ。よいしょ。めっちゃ引きましたよ。やったー。初めて釣れたー。グレー。いいサイズ。しかもやったー。マジで嬉しい。やったーいるんですね。なんかコッパグレしか釣ったことないから、このぐらいのサイズの釣れるとめちゃくちゃ引きます。もう明らかにフグとかじゃないガンっていういい引き。口太グレですね。嬉しい。綺麗だし本当に釣れました。32センチです。よーし。ということでイカシバッカンで生かしておきます。ポンプ必ずするようにね。よーし、さらに釣っていきますよ。ちゃんといたんだなグレ。沈んでる。合わせる。ダメか。今沈んでましたね。張らず緩めず、こんな感じ。また引いてる気がする。食ってない？わかんないな。食ってんのかこれ。もう餌ないかも。もうあんまりない。餌を取られちゃうから反対向きにつけようかな。ブロックから取り出したオキアミです。反対反りにして。来た。バラした。早いのか。早かった。絶対今重みがあったんで魚食ってましたね。なるほど。もうちょっと待ってもいいのね。来てるんじゃないこれ。オッケー。来たブレーキはいつやればいいのこれ。ちょっと出すこと。出しすぎた。よいしょ。来た。本命です。危ない。そっち行かないで。よし来い。よっしょ。よし来い。入ってない。もう一回。よいしょ。よし入った。やったー。よいしょ。よし2匹目。よし、さっきより少しだけ小ぶりだけどいいサイズ。よいしょー。やりました。めっちゃ引きます。めっちゃ面白い。ピンよし、ちょっと黒いから見えづらいんですけど2匹目です。いったよし来たゲスト。何フグですかこれ。赤目でいいのかな。なんかちょっとだけ色が黄色っぽいような気はしますが。来た。よっしょ。かなり遠くで。なんかちっこ。誰なんかいい当たりした。スレですね。スレがかり。ごめんね。一応ベラちゃんですね。潮が引いたので下の方に移動してきました。水面と近くなるんでタモ入れもしやすくなるんじゃないかな。あとはちょっと沖の方狙えるんで、やってみます。少し場所を移動しただけで来たなんか言おうとしたら来た。
おお、流れる方向が変わりますねって言おうとしたら何かしらの魚がヒット。おお、楽しい。引きすごい。おお、引きすごいよ。おお、よいしょ。ツッコミ。お、これはちょっといいサイズなのでは。これは取りたいね。よいしょよいしょよいしょ。はい、来たやりましたやったいいサイズになりました。やっぱりね、場所移動したんでちょっと大きいの奥にいたんだなやりました大きいよ。測りたいな。今日一今日一。おジャスト30ぐらいある。あ、もっとある。30超えてる。はい、どうぞいってらっしゃい。オッケー。磯釣りで結構重要なのがロッドだと思うんですけど、このねロッドアルデナっていう、エントリーモデルなのかな、すごく軽量、コスパがいいで、軽量だと、手の疲れも軽減されるし、しなりもいいのでとても使いやすいです。これめっちゃ来た来た、喋ってたら来たよおー、ほら竿もめっちゃしなって使いやすいんだよこれ。うりゃおー、なんかバンバン釣れてしまう。あ、オナガじゃん。ほら見て、このエラブタ黒いでしょ。これオナガグレです。これ分かりやすいんだよね。バイバーイちょっとちっちゃかったし、もっと大きくなってからね。やっぱりオナガグレは小さくてもグーって持ってく感じがあります。浮きも一気に消えましたね。口太とオナガは結構違うらしいんで、産卵期とかも違うって聞いたことあるんで、やっぱり当たりの出方も違いました。来てる。よし、来たおーほほほほ楽しすぎるこれやったまた来たよおいで。はい来たよっしゃゲット丸くてすごい綺麗。目がブルーなところがかっこいいね。はい午前中です。で、小さいのはリリースしました。それでもねこれだけ釣れました。いや結構いい超過なんじゃないでしょうか。今回の戦利品ははい、グレです。磯釣りの人気ターゲットといえばグレ、黒とかメジナとも呼ばれています。旬は冬で脂がのって美味しい時期です。体は黒いんですが、目が少し青みがかってて綺麗な魚です。深瀬釣りで釣って食べるのが夢だったので、今回はとっても嬉しいです。たくさん釣れたんですが、食べる分だけ調理していきますね。ということで今回はこちらを使って美味しい料理を作っていきます。もう10年ぐらい使ってたガマカツの鱗取り、全く同じもので新しくしました。スルスルスル鱗を取ります。黒に黒だから見えづらい白いまな板に変えよう。そしたら頭を取ります。おー、すごい脂乗ってますね。これは絶対。よし、手がニュルニュルになるほどの脂乗りです。このまま顔に塗ったら保湿できそうよいしょ。おー美味しそうすぎ絶対に美味しい。中骨も取ります。皮が美味しいと聞いたことがあります。このまま食べやすいサイズに切ります。味見しよう。1個だけにしよう今日は。いただきます。うわ、グレ好き。最高。本当に美味しい。グレって磯の魚だし臭みがあるんじゃないかなと思ってたんですけど、噛んでから飲み込むまで一度も臭みなし。ほんとずっと美味しい。そして脂がちょっと甘いですね。絶対また釣りたい
決めました。今決めた。これは止まらん。いやー、うまー、最高。はい、この可愛いパッケージのビール、伊勢門さんの猫2匹。瓶ビールはねあったんですけど、缶が出たということで購入しました。ちょっと味違うのかな、どうなんだろう。もういい香りするビールの。よいしょ。それでは皆さん、乾杯。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。最高。すっごくフルーティー。同じビールでも瓶と缶だと味が違うと言われていますが、これ美味しさそのまま。美味しい。もっと食べたいけどな。まあいいか、ちょっとやめとくか。いっぱいあるからいいか、食べよう。はい。これ何かというと、じゃーん、フキノトウとつくし。こちらフキノトウ、春を代表する食材です。近所にねポツポツ咲いてるところがあったので取ってきました。そしてつくし、これを取るのが春の楽しみの一つです。めちゃくちゃいっぱいありましたよ。取りに行ってから2日経ったので、頭はねちょっと開いてます。まあ食べるのには全く問題ないです。袴の取り方を教わりました。くる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 って取るのは、楽しいけど大変なので、根元のちょっと上で切る。そうすると袴がスルッと取れます。長さも短くなって食べやすくなるし、手間も少なくなっていいですよね。よし、このくらいでいいかな。よーく洗って、緑になるよ。胞子っていうのかな、出てきます。袋の中に天ぷら粉と冷たいお水を入れまして、フキノトウを入れます。熱した油で揚げていきます。やべ強かったか、ごめんね。シュッと。はい、美味しそう。今度はグレ。いい匂い。油が一番美味しいからね。つくしもよーく洗って衣につけてカリッと揚げていきます。彩りはちょっといまいちだけど、味はきっと美味しいはずだ。できました。季節の天ぷら完成です。取ってきたフキノトウとつくし、今回釣ったグレをカラッと天ぷらにしてみました。皮付きのグレ、味はどうなんでしょうか。楽しみです。春の食材といえばまだまだありますよ。新じゃが、皮は薄いんですけど剥いておきます。適当な大きさに切っておく。柔らかい。新玉ねぎ、水分と甘みが多いのが特徴ですね。人参は半分でいいかな。さやえんどう、筋を取っておく。軽く火を通しておこう。油を敷いて、サラダ油でもごま油でも OK。 好きな方。人参、じゃがいも、玉ねぎ、表面を炒めておくと煮崩れの防止になります。牛肉入れます。北海道のだし。お水を入れて、牛肉からアクが出てきたら取ります。はい、すき焼きのタレを入れます。これは味を見ながら好きなだけ。落とし蓋をして火を通します。はい、火が通ってきました。じゃがいもも柔らかくなってます。器に盛り付ける。よいしょー。ほい。わー、美味しそう。ちょんオッケー、できました。春の食材満載、肉じゃが完成です。難しい味付け一切なし、だしとすき焼きのタレのみで作っちゃいました。ちょっと冷まして味が染み込んだ頃にいただきますね。はい、龍の瞳、岐阜県下呂市のお米ですね。岐阜に住んでるお友達にもらいました。粒が普通の 1.3 倍ぐらいありそう。いちごを入れてお米を研ぎます。30分ぐらい米が水を吸ったら炊飯します。火が消えたら保冷バッグの中で蒸らしておきます。続きまして皮
を引いていこう。うわ、皮と身の間にも油すごい。手がもうすごいもん。薄く切っていきます。袋の中にお刺身を入れまして、ダーンマグロ、サーモン、ブリ、スーパーの見切り品ですね。オッケー。醤油だとちょっとね色がついちゃうので、だしの原液っていうのかな、入れて、よし、つけておこう。はい。レンコンの水煮、お花の形に切っていく。この切ったところも後で混ぜて食べます。一個一個個性があっていいですね。三つ葉、菜の花、塩茹でをしてくたっとしたら OK。 ギュッと絞って切っておきます。ほい、うわ、粒大きい。なんか全然違うね。あ、粘り気もあります。いいお米だ。見て、一粒が柿の種ぐらい大きい。すし酢、これ三重県の山に産のお酢。スーパーにもね山に産のお酢売ってて、私よく買います。切るように混ぜる。そしたら器に盛り付けていきます。錦糸卵、マグロ、ブリ、サーモン、グレ、菜の花、レンコン、ごまを散らして、イクラ。できました。花散らし完成です。器の中で春を表現してみました。彩りも鮮やかで、お花のようなレンコンもあって、とっても美味しそうです。お刺身にもしっかりと味付けがしてあるので、お醤油をかけずにそのままいただきます。よし、すーちゃん、グレスーちゃんにも食べてほしかったな。どうぞ。白身魚大好きだったからね。はい、完成しました。はい、完成しました。美味しそう。綺麗だよ。早速いただきます。見て見て、いろんな味の塩。あおさ焼き塩、ウニ焼き塩、しいたけ焼き塩はちょっとあれかな、エビ焼き塩、エビ、ふきのとうからいきます。いただきます。おいしい。うわ、すごい香り。この独特の苦味がね、鼻にふわって抜けます。エビの風味は正直あんまりわかんないというか、多分ふきのとうが勝っちゃってるね。絶対ビール。美味しい。単体で食べるとエビの風味します。あ、美味しいですね。つくしですこれも美味しいよね。春といえばの食材。いただきます。うまい。卵とじもいいけど天ぷらもいい。合います。つくしは油で揚げると苦味がまろやかになります。苦くてちょっと苦手っていう人は一度天ぷら試してみるといいかもしれません。そしたらグレ、美味しい。皮付きのまま揚げたのでちょっと弾力を感じます。めっちゃうまい。ただ私の好みとしてはお刺身が好きかな。でも美味しい。いけますじゃがいもどうかな。お、ホクホクです。しっかり火通ってます。美味しそう。美味しい甘辛い味付け最高。めっちゃうまい。これは手軽に家庭の味。お醤油とお出汁の飽きのこない味なので、もうたくさん作ってね、2日3日食べたいって感じです。うまいメインいきます。メイン、花散らし、グレとご飯と菜の花と一緒に。わ、粒めっちゃ大きい。びっくりするぐらいお米の粒が大きいな。
ボリュームを感じたの初めてです。あとグレ美味しい。お米の甘みもあるんですけど、このすし酢自体がねちょっと甘めなのかな。塩味控えめ、甘み強めみたいなすし酢ですね。うますぎるじゃん。本当にグレ美味しい。うまい。うまっ。美味しいというかね、我ながらちょっと自画自賛みたいになっちゃってあれですけど、ちらし寿司、肉じゃが、天ぷらのバランスよし。うまっ。最高。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。今回は磯での深瀬釣りに挑戦しました。すごくいい日に当たって、とにかく当たりが多くて楽しめました。棚の取り方や潮の流れ、あとはね、コマセとかもう考えることがたくさんあって難しいんですけれども、それが逆にすごく楽しかったです。自分なりの工夫みたいなのが超過につながって釣れた時はめちゃくちゃ嬉しかったです。磯でグレを釣ったのは今回が初めてだったんですけれども、マダイとかイサキとかいろいろとね、美味しい魚も釣れるみたいですね。今後は季節ごとにターゲットを変えていろんな調法で磯釣りを楽しみたいと思っています。そして話は変わりますが、ここでお知らせがあります。実は私今本を制作中です。本の内容は伊勢志摩の観光本でもあり、私自身のスタイルブックでもあります。伊勢志摩に住むようになって釣り場だけでなくいろんな観光も楽しんできました。YouTube でも伊勢志摩地域の魅力を伝えてきたんですが、今回は本ということでさらにたくさんの場所をご紹介できると思います。今年の夏頃に発売予定で、もう現在もいろんなところに取材に行って絶賛制作中です。今後も取材の様子を SNS でも発信していきますので、楽しみにお待ちください。私自身もすごく楽しみです。ということでご視聴ありがとうございました。